はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。日本は実は世界有数の発酵食品大国なんです。日頃の食卓を見渡してみると、醤油や味噌、日本酒や焼酎、他にも納豆や漬物など、身の回りにはたくさんの菌を使った発酵食品で溢れています。今日は麹菌を使って自家製の塩麹を作ります。それでは早速やっていきましょう。こちらは塩麹と呼ばれる日本の調味料の一種です。どこのスーパーでも何種類か陳列されているので、日頃から料理に使っている人も多いかもしれません。もともとは東北地方の佐護八漬けと呼ばれる漬物をつける漬け床がルーツと言われています。佐護八漬けとは塩、米麹、米を3対5対8の割合で混ぜて、そこに野菜や魚、スルメ、数の子などを漬け込んだりします。この塩麹はその佐護八漬けの米の分量をなくし、塩と米麹を発酵熟成させて作ります。裏面の原材料もすごくシンプルですね。塩麹は歴史のある伝統的な調味料にも見えます。実はつい最近までそこまでメジャーな存在ではありませんでした。江戸時代頃から塩麹に魚などを漬け込む調理方法はあったようですが、身近な調味料になった歴史は意外と浅いです。以前動画でも紹介した船寿司とかはまさに米と塩で魚を漬け込むので、そういった製法は昔からあったようです。2011年頃からメディアで取り上げられるようになり、瞬く間に家庭の定番調味料の一つへと普及していきました。料理の味付けとして使用したり、調理前の肉や魚を漬け込むことで、麹に含まれる酵素によって柔らかくなる効果も期待できます。ということで今日は塩と米麹、水を使って自家製の塩麹を作っています。塩麹を作るのに欠かせないものといえばこの米麹です。麹とは米、麦、大豆などの穀物に食品発酵に有用なカビを種付けし、繁殖発酵させたものです。醤油、味噌、日本酒、焼酎など日頃口にしている多くの食品も麹からできているものは多いです。日本では菌が繁殖しやすく発酵食品を作りやすい環境とも言えますが、逆に悪い菌が繁殖しやすい環境とも言えるので、食品の取り扱いには注意が必要です。まずはボウルに米麹を入れます。そこに塩を加えて全体をよく混ぜ合わせます。先に米麹と塩を混ぜ合わせることで均等に混ざります。混ぜる時や保存する際もしっかりと消毒された清潔な調理器具を使用するようにしましょう。そこに水を加えて全体を混ぜ合わせたら、蓋のできる容器に移して蓋をして1週間発酵させます。不衛生なものだとしっかりといい菌が繁殖しない場合もあります。毎日1回全体をかき混ぜてあげることでより均等に発酵します。1週間経ったものがこちらです。市販のものに比べると粒は残っていますが、手で潰すと米粒は簡単に潰せます。ほとんど硬さはありません。冷蔵庫で保存する場合はしっかりと保存をすれば半年くらいは持ちます。今日はこの出来たての塩麹を使って簡単に炒め物を作ってみます。まずはニンニクの芽をカットします。ネギを薄くカットします。塩麹、ブラックペッパー、おろしニンニクを混ぜ合わせます。フライパンに油をひいてそこに豚バラを入れます。両面の色が変わったらニンニクの芽とネギを加えて全体を炒め、合わせ調味料で味をつけて最後ごま油を軽く回しかけて完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はサントリーの金麦を飲んでみましょう。ビール、発泡酒、第3のビールなどお酒を飲む人は聞いたことあるかもしれません。皆さん、金麦は1、ビール、2、発泡酒、3、第3のビールのどれですか？正解は第3のビールです。ビールとは麦芽、ホップ、水を原料としたアルコール飲料です。発泡酒は使用する麦芽の比率が 50% 未満、もしくはビールで副原料として使用できる量を超えたものが発泡酒です。海外には詳しい区分がないので、海外ではビールだけど日本だと発泡酒扱いになる商品もあったりします。麦由来のスピリッツを加えたり麦芽を使用していないものは第3のビールと呼ばれています。確かに裏面の原材料を見てみると金麦はスピリッツと書いてあります。最近では発泡酒よりもこういった第3のビールの方が種類も豊富ですね。それでは豚バラの塩麹炒めいただきます。塩気は塩麹の塩気だけですが、十分味がしっかりとしています。シンプルな味付けだけど、それでいてしっかりと旨味もあり、物足りなさを感じません。こういった家庭的な料理には金麦とか相性いいですね。お酒もいいけど、これは完全に白飯が欲しくなりますね。豚バラのジューシーな脂身とニンニクの芽のシャキッとした食感、全体を包む塩麹のコクのある旨味がご飯によく合います。これはおかずにもつまみにも最高ですね。簡単に作れて気軽に料理に使えるなんて頼れる調味料です。
作らなくてもスーパーでたくさん売っていて、最近では液体の塩麹もあるみたいです。海外のシェフなんかも使用していたりと、徐々に塩麹の海外での認知も高まっているようです。まだ使っていない人は一度使ってみてもいいかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。塩麹いかがでしたか？世界にはまだ知らない調味料がたくさんあるのでワクワクしますね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。